皆さん、こんにちは。海外在住トレーナーのようです。今日はですね、可動域について解説していきたいと思います。ほぼ皆さんお分かりの通り、可動域っていうのはしっかり大きく取る、しっかりストレッチをかけて収縮をかけるっていうのはもう常識だと思うんですね。で、トレーニング始めたばかりの方とか、まだ初心者の方はしっかりとストレッチをかけて収縮をかける。可動域をしっかり取ってトレーニングをしていく。この中で重量を伸ばしていく。これで僕はいいと思います。ただ、もうこういうトレーニングをある程度やってきた人、ある程度もう可動域をしっかりとってトレーニングをやってきた人に関しては、ここからちょっとワンランクステップアップしていただきたいなと思って、今日は動画を撮っています。で、可動域をしっかり取る。これはもちろん大事なことなんですが、例で話すと、じゃあ仮にこの背中のトレーニングだとしますね。このラットプルだとして、で、こうギューッと引いてきて収縮かける。最大収縮かけて最大ストレッチしていく。で、これでいいんですけど、さらにもう一ステップ、もう一段階レベルアップしていくには、負荷が抜けない範囲での最大収縮、最大ストレッチを意識してやっていくことが大事になってきます。どういうことかというと、ここでギュッと収縮して、ここでこう伸ばしていきますよね。で、こう背筋がぐーっと引き上げられ、引き伸ばされていくんですけど、こっからこの肘がこういう風に伸びていくんですよね。肘が伸展していくんですけど、ここって広背筋別に動いてないんですよ。この時点で。もうここぐーっと伸ばされて、ここの時点でも最大ストレッチかかってるんですけど、こっから腕がこう伸びていくのって、広背筋もう関与してないんですよ。で、こうなっちゃうと、もう広背筋のテンション抜けちゃってるんですね。これが負荷が抜けた状態のストレッチになってきます。なので、ここの負荷が抜けないギリギリのところ、だからもう広背筋はもう最大にストレッチかかってて、でこっから先伸ばそうと思うともう腕だけの話になってくるんで、ここって必要ないんですよ、正直言うと。なので、もうここまでストレッチかかったら、こっからまた引いていく。なんで常に負荷が抜けない状態、一番トップでもこう肘がギュッと伸びちゃって、もう負荷がここに乗ってない状態を作るんじゃなくて、もうこの時点でもう広背筋はストレッチかかってても上がらない。こっから先は腕だけになってる。だったらもうこっから引いちゃう。で、また引く。で、また引く。で、そうすると負荷が一切抜けない状態でトレーニングを追い込んでいけるようになります。ベンチプレスだったら、こう、胸につくギリギリのところまで下がってきて、こう、押すじゃないですか。で、ここで、肘をこう完全にロックアウト、肘をロックアウトしてしまうと、もう大胸筋には負荷が乗ってない状態になります。この骨、関節に重量が乗ってる状態になるので、胸って休んでるような状態になっちゃうんですね。で、ここでポイントになってくるのが、負荷を抜かない。先ほど説明した通り、上に上がりきった時に肘をロックアウトしないと、もう常にその大胸筋の緊張っていうものは残ったままになります。で、また次のレップに行くんで、もうずっと負荷がかかり続けている状態。これはものすごく筋肉に対して新しいその刺激になってくるので、またここで重量を伸ばしていく。レップレンジを伸ばしていったり、レップレンジ遊んで重量をしっかり伸ばしていくってことが大事になってきます。で、ここで負荷が抜けない状態をうまく作れていくと、やっぱりこのパンプ感っていうのは全く違いますね。各部位。負荷を一切抜かずにワンセットを終えると、もうパンプ感が以前とは比べ物にならないぐらい筋肉が張ってきます。やっぱりもう常にそこの筋肉に緊張状態が走ってるんで、もう血流はずっと送られ続けてるんで、もうパンパンに張ってきます。そういう違いがあるので、中上級者はぜひ試していただきたいなというふうに思っています。バイセプスカールでも一緒なんですよね。これもぐーっと降りていって、この肘が伸びきった状態っていうのはもうこの二頭筋にテンションってかかってないんですよね。もう抜けちゃってる状態なんですよね。だからここで伸びきるギリギリ、まだ重量、負荷がこの二頭筋に乗ってる状態で抜けるか抜けないかギリギリのところでもう切り返してくる。これが本当に追求しなきゃいけない負荷が抜けない状態での最大の収縮ストレッチを求めていくっていうことになります。なので、僕は最初は、もうそういうことを考えずに、トレーニング始めたての人は、しっかりと伸ばしてしっかりと引く。しっかり伸ばしてしっかり引く。これでいいと思います。これでどんどんトレーニングをやっていって、で、だんだんそこの広背筋とか、そこに筋肉がついてくると、そこに負荷が乗ってるかどうかっていうのは後になって分かってきます、だんだん。最初に負荷が乗ってるのか乗ってないのかって
難しいんですよ。始めたての人って。筋肉がそもそもないんで、そこの筋肉を使ってる感覚もないし、まだ神経系も発達してないんですね。脳とその筋肉。ここの神経回路の接続もまだまだ弱いんで、最初はもうしっかり伸ばす、しっかり引くでいいです。で、ある程度これやってきた人は、もう負荷が抜けない状態での最大ストレッチ、最大収縮を練習してみるってことを僕はお勧めしています。足とかでもそうですよね。例えばハックスクワットで、ギューッと下に降りてきて上がる。で、膝をロックする。伸ばしきる。これが教科書通り基本だと思うんですけど、ある程度やられてきた方は、上がりきった上のところで負荷を抜かない。だから膝を完全にロックアウトしない。膝が若干曲がってる状態。常に四頭筋にまだ緊張が残ってる状態。だから完全に負荷が抜けない状態でまたしゃがんでいく。で、上がって上がりきらない。これができてくると、トレーニングの効果っていうのは変わってきます。でもこれを最初からみんながやれるかっていうと難しいと思います。なので段階を踏んで最初はしっかりしゃがんでしっかり立つ。これでいいです。ベンチプレスもしっかりストレッチかけてしっかり押し切る。これでいいです。でもだんだんそういうものが慣れてきて筋肉もある程度ついてきてどんと筋肉の回路もだいぶ発達してきた段階では今度は負荷を抜かないで最大収縮最大ストレッチっていうものを意識してやってみるとトレーニングのレベルアップさらにもう一歩踏み込んだプログレッションオーバーロードっていうものを体に与えられることができるので皆さんも参考にしていただいたらいいかなというふうに思います。